ジョン・フォン・ノイマンという人物は、1903年から1957年にかけて生きたハンガリー出身の数学者であり、その天才ぶりを示す逸話は枚挙にいとまがありません。彼が6歳の頃、父親と会話していた際にすでに複素数の概念を理解していたという伝説が残されています。さらに8歳で微積分学をマスターし、12歳にはジョージ・ポリアの数学の問題解決という難書を独学で読み通したと言われています。1926年、わずか23歳でスイス連邦工科大学の博士号を取得した彼は、その後ベルリン大学やハンブルク大学で教授職を務めるなど、驚異的な経歴を歩みました。彼のゲーム理論への貢献は1928年に発表された論文、社会ゲームの理論において初めて令和ゲームの理論的枠組みを提示したことに始まります。1944年にはオスカー・モルゲンシュテルンとの共著である経済行為の理論を発表し、非協力ゲーム理論の基礎を築き上げました。また混合戦略均衡の概念も提唱しました。例えばサッカーの PK、戦において、キッカーが左と右を50対50の確率で蹴る戦略は、ゴールキーパーがどちらへ飛んでも同等の確率でセーブされるため、最適な均衡状態となります。この理論は後にナッシュ均衡の基礎となりました。フォン・ノイマンの偉業はこれだけではありません。彼は量子力学の数学的基礎を確立し、フォン・ノイマン代数を提唱しました。またコンピュータ科学のパイオニアとしても、エド・バックの設計やストアードプログラム方式の提案を行い、原子爆弾の開発プロジェクトであるマンハッタン計画にも参加して核兵器のシミュレーションモデルを開発しました。オスカー・モルゲンシュテルンは1902年から1977年にかけて活躍したオーストリア・ウィーン出身の経済学者です。彼はフォン・ノイマンと共にゲーム理論の経済学への応用を提唱しました。モルゲンシュテルンの経済学的貢献としては、1928年に経済予測を発表し、経済予測の不確実性を指摘したことが挙げられます。彼はフォン・ノイマンと共に経済行為の理論を執筆し、協力ゲームと非協力ゲームの区別を提唱しました。また期待効用理論を発展させ、経済主体の意思決定プロセスを数学的にモデル化することに成功しました。晩年には1976年に経済学の限界を発表し、経済学の限界を指摘しました。さらにプリンストン高等研究所の設立にも貢献しました。2人のゲーム理論は第二次世界大戦と冷戦期における軍事戦略に革命的な影響を与えました。第二次世界大戦においては米軍の戦略爆撃計画においてフォン・ノイマンがランダム爆撃戦略を提案し、ドイツの防空網を混乱させました。モンテカルロ・シミュレーションを開発して爆撃の効果を予測しました。またアラン・チューリングと協力して暗号解読のための計算モデルを開発し、第二次世界大戦中のエニグマ暗号の解読にゲーム理論の概念が応用されました。冷戦期には相互拡張破壊という概念が生まれました。フォン・ノイマンのゲーム理論に基づき、米ソ両国は核攻撃を行えば双方が滅ぶという均衡状態を維持しました。1962年のキューバ危機ではケネディ大統領とフルシチョフ首相がゲーム理論の均衡状態を意識した交渉を行いました。ロバート・マクナマラ米国防長官はフォン・ノイマンの理論をもとに柔軟な対応戦略を策定しました。1972年のソルト・愛条約はゲーム理論の交渉均衡の一例と言えます。現代社会においてゲーム理論はあらゆる分野で実用化されています。金融市場ではアルゴリズム取引やデリバティブ取引に応用されており、2023年の高頻度取引の 68% がゲーム理論ベースのアルゴリズムを使用しているというデータがあります。オークションシステムでは EBAY やイギリスの 3G 免許オークションで活用され、2000年のイギリス 3G免許オークションではゲーム理論を活用した入札戦略により225億ドルの収入を獲得しました。
サプライチェーン管理ではアマゾンやウォルマートの在庫最適化にスタッケルベルグ競争モデルが適用され、在庫コストを 18% 削減するという成果を出しています。人工知能の分野ではアルファゴやチェス、AI にミニマックスアルゴリズムが採用され、これはゲーム理論の最適な最小最大損失の概念に基づいています。政治学では選挙戦略や外交交渉に応用され、2016年のアメリカ大統領選挙ではトランプ陣営がゲーム理論を活用した選挙戦略を展開し勝利に貢献しました。スポーツ分析では NFL やサッカーの戦略分析にナッシュ均衡に基づく意思決定モデルが用いられ、アメフトのコーチングが勝利確率を 22% 向上させたという研究結果もあります。ジョン・ナッシュは1928年から2015年にかけて生きた天才数学者です。1950年に発表した博士論文、非協力ゲームでナッシュ均衡を提唱し、1994年にノーベル経済学賞を受賞しました。ナッシュはプリンストン大学で数学を専攻し、アインシュタインの下で相対性理論の研究に従事しました。位相幾何学と代数幾何学に精通し、その理論をゲーム理論に応用しました。1950年に博士論文を発表し、非協力ゲーム理論の基礎を確立し、ナッシュ均衡の存在証明を提示しました。1959年には統合失調症と診断され、30年間の闘病生活を送りました。1994年にノーベル経済学賞を受賞し、2015年にはアーベル賞も受賞しました。同年に公開された映画、ビューティフル・マインドでその生涯が描かれ、アカデミー賞4部門を獲得しました。ナッシュ均衡はいかなるプレイヤーも他のプレイヤーの戦略を所有とした場合、自分の戦略を変更しても利得が改善されない状態を指します。数学的にはゲームの全プレイヤーに対し、他のプレイヤーの戦略集合が与えられたとき、プレイヤーの戦略は最適反応でなければならないと定義されます。価格競争で A 社が価格を引き下げれば B 社も価格を引き下げるのが最適反応であり、この状態がナッシュ均衡です。フォーン・ノイマンとモルゲンシュテルンは完全情報ゲームにおけるナッシュ均衡の存在を証明しましたが、ジョン・ナッシュは不完全情報ゲームでもナッシュ均衡が存在することを1950年に証明しました。ナッシュ均衡の発見は非協力ゲーム理論の新たな時代を開きました。産業組織論ではカルテル分析や価格戦争モデリングに利用され、河川市場における非協力的均衡を説明します。政治学では冷戦の核抑止がナッシュ均衡の軍事的応用例として知られています。生物学では動物の進化的戦略として進化的安定戦略がナッシュ均衡の生物学的バージョンとして機能します。コンピュータ科学では AI の戦略的意思決定にアルファ語がミニマックスアルゴリズムでナッシュ均衡に近い手を選択します。法学では反トラスト法や特許戦争においてセルラーオートマタモデルがナッシュ均衡に基づいて構築されています。2023年のゲームと経済行動誌の論文数は5200本以上あり、SCIMAGO、ジャーナル、RANKINGS で経済学分野上位 5% にランクインしています。Google、SCHOLAR によればナッシュ均衡関連論文は12万件以上発表されています。2020年の米連邦取引委員会のレポートによれば、世界 GDP の 18% がゲーム理論ベースの最適化アルゴリズムに影響を受けています。2022年のマッキンゼー報告書によれば、ゲーム理論を活用した企業の収益性向上効果は10から 15% です。現代のビジネスはゲームそのものであり、企業は競合他社、消費者、政府政策、技術革新との相互作用を数学的モデルで再構築し、最適戦略を導き出します。アメリカの航空会社価格戦争は2001年の9月11日テロで航空需要が 30% 急減したことを背景に発生しました。連邦政府が救済金を提供しましたが、企業は生存のため価格競争に突入しました。
ベルトルラン競争モデルでは2社が価格競争すると限界費用まで価格が下落し無差別価格戦争が発生します。ナッシュ均衡では価格が限界費用と等しくなる状態になります。クールの競争モデルでは2社が生産量競争すると過剰生産に陥ります。ナッシュ均衡では特定の式で表される生産量が決定されます。2002年から2005年にかけてアメリカの航空会社9社が倒産しました。2006年にはデルタ航空とノースウェスト航空が合併し市場支配力を強化しました。2020年の COVID-19 パンデミックでは航空会社の EBITDA マージンがマイナス 12% に悪化しました。2005年の MIT 研究によれば価格戦争による損失額は120億ドルに達しました。2020年の米運輸省報告書によれば航空会社の EBITDA マージンは平均 8% に低下しました。中国の航空会社市場では2010年代に国有航空会社が市場シェア 80% 以上を占有し、LCC が急成長しました。シュタッケルベルグ競争モデルではリーダー企業が生産量を先行決定し、フォロワー企業が最適な反応を選択します。ナッシュ均衡ではリーダー企業はサービス差別化、フォロワー企業は低価格戦略を取ります。2023年現在、春秋航空の市場シェアは 15% で2010年からの3倍拡大しています。吉祥航空の市場シェアは 8% で2010年からの8倍拡大しています。国有航空会社の EBITDA マージンは平均 12% です。広告戦争では1985年のコカ・コーラの入コーク失敗でペプシが市場シェア1位を奪取しました。広告費用の 50% を占める全面戦が展開されました。混合戦略均衡では2社が広告費用を50対50で分割するのがナッシュ均衡となります。もし広告費用を 30% 削減すれば市場全体の収益性は 10% 向上できますが、裏切りのインセンティブが存在します。ナッシュ均衡では両社とも広告費用を維持する状態が続きます。2000年代初頭、ペプシのチャレンジキャンペーンがコカ・コーラを脅かしました。2005年には両社の広告費用は30億ドルで収益性が悪化しました。2010年代にはコカ・コーラのシェアコークキャンペーンで市場シェアを回復しました。2015年のニールセン報告書によれば広告戦争による消費者認知の変化は 15% 未満でした。2022年の韓国際クリエイティビティ広告祭でコカ・コーラのリアルマジックキャンペーンがグランプリを受賞しました。ソーシャルメディア時代には、Twitter、Instagram、KIKTOK が新たな戦場となりました。バイラルマーケティングがゲーム理論の新モデルに進化しました。バーチャルマーケティングゲームでは2社がソーシャルメディアコンテンツをめぐり競争し、ネットワーク効果が作用します。ナッシュ均衡では過剰なコンテンツ生産で消費者の疲労が発生します。2018年のナイキ対アンダーアーマーではナイキのドリームクレイジーキャンペーンが視聴者数を 20% 増加させました。アンダーアーマーの広告費用は15億ドルで収益性が悪化しました。2020年のペプシ対コカ・コーラではペプシのツイッター、ハッシュタグ戦争が逆効果となり炎上リスクが増大しました。プラットフォーム戦争ではウーバーとリフトが米国市場で競争しました。ネットワーク効果がプラットフォームの価値を決定します。デュオポリー均衡ではネットワーク効果で商社総取り現象が発生しますが、ナッシュ均衡では両社が異なる市場ニッチを攻略します。ウーバーはプレミアムサービスを、リフトは低価格サービスを提供します。2019年現在、ウーバーの市場シェアは 68% で2013年からの大幅な増加です。リフトの市場シェアは 30% です。2020年の COVID-19 パンデミックでは両社がサービス停止と価格引き上げを実施し、消費者離れが 25% 増加しました。2021年の STATISTA報告書によれば相乗り共有市場の規模は2025年までに3000億ドルに達する見込みです。2022年の米運輸省報告書によればウーバーの2022年売上高は319億ドル、
リフトは81億ドルです。2010年代後半には中国の敵的出向、インドの OLA、欧州の BOLT などの地域別相乗り共有企業が台頭しました。複数均衡が地域別に発生します。地域別差別化戦略では中国では敵的出向がプレミアムと低価格で市場シェア 90% を占有しました。欧州では BOLTが低価格と環境配慮で西欧1位になりました。2023年現在、中国的出向の時価総額は600億ドル、欧州 BOLT の時価総額は150億ドルです。金融市場ではヘッジファンドのペアトレーディング戦略が2022年にブラックロックの年間リターンを 12.5% 達成しました。暗号資産のゲーム理論的価格形成モデルも注目されています。医療分野ではワクチン接種のゲーム理論モデルが COVID-19 ワクチンの世界的配分問題に応用されました。抗生物質耐性菌の拡大防止のためのゲーム理論的処方戦略も開発されています。環境政策では炭素税導入のゲーム理論的均衡が議論されています。中国の LCC の台頭背景では2020年の中国民公局データにより、LCC の市場シェアが 12% から 25% に拡大しました。春秋航空の一人一票サービス戦略が注目を集めています。2021年の Facebook 対 Google の広告シェア競争では Google がプライバシー重視キャンペーンでシェアを奪取しました。インドの OLA 対 UBER では OLA の女性専用サービス戦略が市場シェア 35% を獲得しました。東南アジアの GRAB 対 GOJEK では GRAB の金融サービス統合戦略でシェアを拡大しました。これらの事例はゲーム理論が現代の複雑なビジネス環境において不可欠な意思決定ツールであることを示しています。